皆さんは覚えていますか？親が最後に言った言葉を。子供に迷惑をかけたくない。日本の高齢者の約8割がこの言葉を口にするといいます。生涯をかけて貯めた全財産、そのすべてを寄付し、一通の手紙だけを残して介護施設へ向かった一人の母親。彼女が静かに微笑んだ理由を私たちは知る必要があります。これまで本当にありがとう。その丁寧な言葉の裏に隠された老いた母親の最後の願い、ある家族に起きた静かな真実をこれから少しずつお話しします。初はかつて小さな町で仕立て屋を営んでいました。夫が早くに旅立った後、息子の孝志を育てるため毎日遅くまで針を動かしました。指の関節が少しずつ曲がり、冷える夜には痛みました。それでも初の顔にはいつも穏やかな笑みがありました。孝志の喜ぶ顔が見たい、その思いだけが彼女の小さな体を支えていました。ミシンの規則正しい音が静かな夜の部屋に響いていました。息子の孝志は成長し、都心で IT 企業を立ち上げました。成功を手にした息子はある日初を都会へ呼びました。一緒に暮らそう、母さん。東京の高級タワーマンション、見上げるほど高い場所に初の新しい部屋がありました。窓の外には見渡す限りのビル。しかし初の心には冷たい風が吹き抜けていました。すべてが新しく、すべてが自分には不釣り合いでした。新しい生活の中で小さな違和感が生まれました。嫁の際は効率を重んじ、初の古い習慣を好まないようでした。お母さん、それは不要です。片付けられた古い裁縫箱を見て、初はそっと手を引きました。息子の孝志も仕事に追われ、母の視線に気づく余裕はありません。母さん、今のままで十分だよ。その言葉はどこか、それ以上踏み込まないでという静かな壁のようにも聞こえました。家族の会話は次第に業務連絡のようになっていきました。ある夜の出来事でした。リビングから漏れる明かりが廊下を白く照らしていました。初は喉の渇きを覚え、静かに部屋のドアを開けました。聞こえてきたのは息子夫婦の低い話し声でした。自分の名前が聞こえた瞬間、初は足を止めました。少し距離を置いた方がその言葉の意味を置いた母親は静かに理解しました。気づかないうちに自分は大切な息子の重荷になっていたのかもしれません。初は部屋に戻り、小さな日記帳を開きました。彼女の心はすでにある場所へと向かっていました。母親が下した決断とは一体どのようなものだったのでしょうか。新しい生活が始まってから数ヶ月が経ちました。高級タワーマンションの広く白いリビングルーム。初はいつもその片隅で静かに座っていました。自動で動く掃除機、ボタン一つで沸くお湯、便利な道具が増えるたび、自分の役割が消えていくようでした。母さんは座っていてよ。息子の孝志はそう言って、すぐに自室へ戻ってしまいます。初の居場所はそこには最初からなかったのかもしれません。ある朝のことでした。初は孝志が子供の頃に大好きだった和菓子を思い出しました。少し遠くの老舗まで歩き、
大切に買ってきたのです。夕食の後、ハツはそっと机に置きました。しかし嫁のサエはそれを見て、すぐにゴミ箱へ近づけました。こういう甘いものは、主人の健康によくありません。たかしはスマートフォンの画面から目を離さないまま言いました。母さん、もう買ってこなくていいよ。気持ちだけで十分だから。ハツは小さくうなずきました。週末に家族で外出する、そんな機会がありました。サエの勧めでハツは高級なブティックへ連れて行かれました。きらびやかな照明の下で、ハツは落ち着かない様子でした。サエは店員と話しながら、ハツに新しい服を合わせました。お母さん、その古い上着は、もう処分した方がいいですよ。それはハツが若い頃に、自分で仕立てた大切な上着でした。まだ着られますから、ハツが静かに断ると、サエは小さくため息をつきました。世間体を気にする息子夫婦にとって、ハツの持ち物は恥ずかしかったのかもしれません。ある日、たかしの会社の大事な取引先が家に来ました。ハツは丁寧にお茶を入れ、客室へ運ぼうとしました。しかしドアを開ける直前、サエの鋭い声が聞こえました。お母さんは部屋にいてください。古いお茶の出し方をされると、会社のイメージに関わります。たかしもその言葉を否定することはありませんでした。ハツはお盆を持ったまま、廊下で立ち尽くしました。自分がこの家にいるだけで、息子の足を引っ張っている。そんな冷たい現実が静かにハツをくるみ込んでいきました。夜が更けた頃、マンションのバルコニーからハツは夜景を見つめていました。都会の明かりはとても綺麗で、それなのにとても遠いものでした。ここに私がいることは本当に正しいのだろうか。他人に迷惑をかけないこと、それがハツの生き方でした。しかし、最も愛する息子に静かな迷惑をかけているかもしれない。その疑念がハツの心を少しずつ削っていきました。冷たい夜風の中で老いた母親が見つめた未来とは一体どこにあったのでしょうか。次回、ハツの静かな決意が家族の形を大きく変えていきます。ある金曜日の夕方のことでした。高級タワーマンションの広いリビングはいつもと違う熱気に包まれていました。嫁のサエが友人たちを招いて華やかなホームパーティーを開いていたのです。笑い声が廊下まで響いていました。ハツは自分の部屋でその音を静かに聞いていました。少しでも役に立ちたい、そう思ったハツは台所で静かに準備を始めました。若い人が好むものは分かりませんが、心を込めて丁寧に作ろうと決めました。ハツが時間をかけて作ったのは里芋とイカの煮物でした。かつて仕立て屋を営んでいた頃、たかしが一番喜んでくれた料理です。ハツはきれいなお皿に盛り付け、静かにリビングへと運びました。皆さん、よろしければどうぞ。にぎやかだった部屋が一瞬で静まり返りました。サエの友人たちがお互いに顔を見合わせています。洗練されたオードブルの横に置かれた茶色い伝統的な家庭料理、それはその空間の雰囲気に少し馴染まなかったのかもしれません。友人たちが帰った後のリビングは重苦しい空気に満ちていました。サエの視線はとても冷ややかでした。お母さん、あのような料理は事前に相談してほしかったです。恥ずかしかったです。
初はただ静かにその言葉を受け止めていました。そこへ会社から帰ってきたたかしがソファーに深く腰掛けながら言いました。母さん、さえの言う通りだよ。うちの生活に合わせてくれないと。たかしは初の顔を見ることもなく、ただ疲れたようにつぶやきました。初の指先が小さく震えていました。次の日の午後、初は自分の部屋の古い棚を整理していました。そこで偶然見つけたのは、たかしの会社に関する書類でした。そこには経営の厳しさや資金繰りの苦悩が記されていました。初は初めて知りました。息子がどれほどの重圧の中で毎日を過ごしていたのかを、自分がここにいること自体が息子の心にさらなる負担をかけていたのかもしれません。迷惑をかけたくない、その思いが初の心の中で確かな形へと変わっていきました。誰も責めることなく、ただ静かに身を引くべき時が来たと老いた母親は悟ったのです。夜が静かに更けていきました。初は机に向かい、古い万年筆を手に取りました。白い便箋に向かうその横顔は驚くほど穏やかでした。たかし、今までありがとう。一行ずつ丁寧に文字を書き進めます。他人に迷惑をかけないという自身の最後の誇りを守るために、そして息子の未来を静かに守るために、通帳を横に置き、初は手紙をきれいに折りました。部屋の窓から見える都会の夜景は相変わらず冷たく輝いていました。翌朝、残された一通の手紙を見たとき、家族はどのような現実を迎えるのでしょうか。次回、すべてが明らかになる衝撃の展開です。翌朝のタワーマンションは奇妙なほど静まり返っていました。初の部屋のドアは少しだけ開いていました。たかしが中を覗くと、そこには誰もいませんでした。ベッドのシーツはきれいに整えられ、机の上には一通の白い封筒と古い通帳だけが置かれていました。お母さん、やっと実家に戻る決心がついたのですね。さえは安堵したように微笑み、部屋の窓を開けました。しかしたかしの胸には言いようのない不安が広がっていました。たかしはゆっくりと歩み寄り、その手紙を手に取りました。封筒にはたかしへと見慣れた丁寧な文字で書かれていました。さえが横から覗き込む中、たかしは静かに手紙を開きました。狭い部屋に置いてくれて本当にありがとう。あなたたちが私のことで言い争うのを見るのが何よりもつらかったのです。手紙の最初の数行を読んだだけで、たかしの指先は激しく震え始めました。さえの顔からも次第に笑みが消えていきました。手紙には信じられない事実が淡々と綴られていました。初が一生をかけて仕立て屋で貯めた2000万円の財産、それはすべて地域の小さな児童養護施設へと寄付されていました。お金をそのまま残せば、またあなたたちの間で新しい争いが起きるかもしれない。だからすべて置いていきます。さえは驚きのあまり、言葉を失って立ち尽くしました。2000万円？嘘でしょう？さえの低いつぶやきが冷たい部屋に虚しく響きました。たかしはただ自分の愚かさに胸を締め付けられていました。手紙の最後のページには、初のこれからの行き先が静かに記されていました。私は自分の足で
郊外の小さな施設へ向かいます。誰の迷惑にもならない場所で静かに暮らすことにします。ハツは最初から知っていたのです。息子の会社が苦しいことも、自分という存在が家族の負担になっていたことも、それなのに貴司は母を厄介者のように扱い、優しい言葉一つかけませんでした。僕は何をしていたんだ。貴司の目から一滴の涙がこぼれ落ちました。貴司は手紙を握りしめ、部屋を飛び出しました。さえが引き止める声も今の貴司には聞こえませんでした。マンションの地下駐車場へ走り、車のエンジンをかけました。まだ間に合うかもしれない。置いた母親の小さな背中が貴司の脳裏から離れませんでした。他人に迷惑をかけないというその言葉の本当の痛みを貴司は今初めて知ったのです。郊外の施設へ向かう車の中で貴司は母を呼び戻せるのでしょうか。次回この物語の最後の結末が皆さんの心を深く揺さぶります。貴司は車を走らせ続けました。郊外にある静かな介護施設、その平屋の建物の窓辺に探していた小さな背中を見つけました。ハツは静かに座っていました。白髪混じりの髪を後ろで結び、深い紺色のブラウスを着ていました。その手は膝の上で重ねられ、優しく外の景色を眺めていました。貴司は息を切らしながら、その静かな部屋のドアを開けました。貴司は初の前に歩み寄り、その場に深く膝をつきました。母さん、申し訳なかった。僕が間違っていたんだ。家に戻ろう。一緒に暮らそう。貴司の声は震えていました。ハツは驚くこともなく、ゆっくりと貴司を見つめました。その面長な顔にはいつも通りの穏やかな微笑みが浮かんでいました。ハツは細い手をそっと伸ばし、息子の濡れた頬に触れました。ハツは小さな声でゆっくりと言葉を紡ぎました。貴司、謝らないでちょうだい。私はここで本当に救われたのよ。誰の顔色も伺わずに、ただ静かに暮らせるから。その言葉は貴司の胸に鋭い痛みとなって刺さりました。母親にそこまで言わせたのは他ならぬ自分たちだったからです。他人に迷惑をかけたくない、その強い思いの裏側にあった果てしない孤独の深さに貴司は今さら気づいたのでした。ハツは小さな引き出しから古い布に包まれたものを取り出しました。それは貴司が子供の頃に送った手作りの肩たたき券でした。お金はすべて置いてきたけれど、私の本当の財産はこれだけよ。ハツはそれを愛おしそうに胸の前に抱きしめました。高級なマンションも2000万円という大金も置いた母親にとっては何の意味も持たなかったのです。知らないうちに私たちは一番大切なものを見失っていたのかもしれません。親が口にする迷惑という言葉、それは子供への配慮であると同時に、私を忘れないでという最後の静かなシグナルでもあります。皆さんは大切なご両親と最近いつお話をされましたか？手遅れになって後悔する前に一度声を届けてみてください。このお話が少しでも皆さんの心の明かりとなりましたら、温かい感想をコメント欄でぜひ教えていただけますと幸いです。大切な方へこの動画を共有し、
一緒に考えてみるきっかけにしてください。チャンネル登録をして、また次の温かいお話でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。